パスタ研究所達談です。今回は懐かしの味、喫茶店のナポリタンの作り方を紹介します。たまにどこか懐かしいナポリタン食べたくなることはありませんか？自分で作ってみてもうまくいかない、食べたいのに食べれない、そんな経験あるかと思います。でも安心してください。この動画を見て参考に作っていただければ美味しい懐かしの味を食べることができます。使う材料は至ってシンプル、ご家庭にある材料でできちゃいます。玉ねぎは半分、ピーマンは1個、マッシュルームは1本、ニンニクは1かけら、ベーコンは 40g、ウスターソースを大さじ1杯、お好みのケチャップ大さじ3杯、バターを 10g、1.8mm のスパゲティを 80g 用意します。それでは作っていきましょう。あらかじめお湯を沸かすために準備します。今回 1.5 リッターのお水に対して 1%、15g の食塩を入れて沸かします。その間に具材をカットしていきます。玉ねぎは半分使いますので、ズバッとカットしていきます。今回具沢山のイメージで作っているので半分使っていますけれども、4分の1でも作れます。皮を剥くときは包丁の刃を入れて、親指と刃でしっかり押さえて剥くと楽に剥けます。皮が剥けたら続いて根を V 字にカットします。この時玉ねぎはまな板に置いてしっかり手で押さえながら刃先で V 字に切ると安全に切れます。先端の余分な硬い部分も落としましょう。今回具材多めにして食感を残したいので約 4mm の幅でカットします。ザクザクと等間隔にカットしていったら最後切りづらくなるので、ここで玉ねぎをパタッと倒して切ると安全に楽に切ることができます。切り分けた具材は各素材ごとに分けておくと使いやすいです。ピーマンきれいに無駄なく使いたいですよね。そんな時は指でズボッと刺してくるくるっと回してカットするときれいに無駄なく使えます。縦割りにカットしたらピーマンの種と綿をきれいに掃除します。この時くず入れがあるととても便利です。きれいに仕事ができますね。ピーマンをカットしていくんですけども、玉ねぎと同じ幅にカットします。繊維を断つように垂直に切ります。野菜のカットを揃えることで素材の一体感、料理のバランスが取れます。ここでお湯が沸いたので同時進行でパスタを茹でます。パスタの茹で時間なんですけれども、アルデンテではなく表記の標準の茹で時間通りに茹でます。マッシュルームをカットしていくんですけども、もし土がついている場合はキッチンペーパーなので軽く拭いてあげてください。あとはスライスにしていきます。ベーコンも他の野菜と同じ厚さでカットします。野菜と同じ厚さにカットしたら縦に並べて一気にスライスして短冊の形に切ります。続いてニンニク1かけら潰して皮を剥きます。潰した後に根を落とします。この時そのまま剥くと一気に皮が剥けて剥きやすいです。皮が剥けたら半割りにして芽を取ります。この時少しめくるように反らせると芽を取りやすいです。きれいに取れたら縦にさらに半分に切って刻みます。
パスタは茹でてる時折さばいてあげてください。表記の時間で茹でてたんですけども、まだちょっと固めだったので、もう1分茹でました。このレシピで茹でるときはアルデンテではなくしっかり茹でましょう。湯切りをしたらボウルにとってオリーブオイルをよーく絡めます。オリーブオイルを絡めることによってパサつきや麺の辛みを防ぎます。ソースがしっかりと出来上がるまでラップをかけて置いておきましょう。それではソース作りに入ります。先ほど刻んだニンニク、オリーブオイル大さじ1杯程度を入れて、ニンニクをしっかりと炒めていきます。火加減は弱中火で焦げないように炒めましょう。フライパンは湯切りをしたものをそのまま使っています。洗い物が減って楽になりますね。ニンニクがふつふつとしてきたら玉ねぎを入れます。玉ねぎが少し透明になってきたら、ここでベーコンを投入します。塩を一つまみ入れます。余分な水分を飛ばしつつ、旨味を凝縮させるために入れます。気持ちの量でいいので入れすぎないようにしましょう。続いてマッシュルームを入れます。マッシュルームは炒めすぎず、他の具材から出た旨味をたっぷり吸いますので、このタイミングで入れましょう。最後に入れる野菜なんですけども、ピーマンですね。シャッキリとさせたいので一番最後に入れます。なかなか炒めてしまうとこの青みも飛んでしまいますので、仕上げに入れるようにしましょう。調味料を入れていきます。大さじ3ケチャップ用意したんですけども、約3分の2程度入れます。ここでしっかり炒めて酸味を飛ばしていきます。酸味が飛んで具材に絡んだら、今度はウスターソースを大さじ1杯入れてよく具材に絡めます。同じく酸味を飛ばします。ここでパスタを合わせていきます。で、約大さじ2杯のお水でソースとパスタをつないでいきます。この水を加えることでしっとりした潤いともっちり感を生み出します。では仕上げに入ります。残りのケチャップ大さじ1杯を入れて、コク出しのバター 10g を入れます。白胡椒を振って香りとアクセントをしっかりつけます。バターがよく溶けて絡んだら完成です。しっかりと味見忘れないでしましょう。もし薄かったらケチャップを足してみてください。もし濃いようでしたら少量の水でもう一度煽ります。ちょうど良かったので盛り付け入ります。ナポリタンの盛り付けは繊細っていうより豪快に盛り付けましょう。今回パスタ 80g で茹でてますけども、100g でも 120g でも全然いけると思います。具沢山にしてありますので、麺の量は調整してみてください。それでは喫茶店のナポリタン完成です。いただきます。今回のナポリタンは具沢山で存在感がとてもあって、麺がもっちりだけではなくプリプリしていることですね。前回ご紹介したワンパンナポリタン、あれもとってももちもちなんですけども、
あのナポリタンに負けずに美味しい、もちもちプリプリのナポリタン。昔ながらの喫茶店の味、再現できたんではないでしょうか。いろいろなパスタのレシピ知りたい方は、パスタ研究所雑談チャンネル登録していただいて、一緒に美味しいパスタ作っていきましょう。本日も動画を最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。